これであなたも土佐弁マスター。土佐弁クイズ第3弾。皆さんこんにちは。さあ始まりました土佐弁クイズ第3弾。司会進行します高知県文化国際課国際交流員の王新宇です。中国出身です。2022年に高知に来ました。一番好きな高知の食べ物はナスのたたきです。週に3回食べます。同じく高知県文化国際課国際交流員のブイ・カインリンです。ベトナム出身です。去年の10月にベトナムから高知に来ました。今は2年目になりました。実は私も高知のナスのたたきが大好きです。ほぼ毎日食べますよ。今日よろしくお願いします。高知の人が話す方言を土佐弁と言います。土佐弁は教科書で勉強した言葉とは全然違います。動画視聴者の皆さんと高知にいる外国人の皆さんに土佐弁のことを知ってもらえるように土佐弁クイズをします。動画の最後には土佐弁解説もありますよ。皆さんぜひ土佐弁を勉強してください。第3弾のクイズに参加してくれるのは高知県で活躍する国際交流員の皆さんです。それではこれからちょっと自己紹介していただけませんか。皆さんこんにちは。高知県庁文化国際課のジェームズ・バンブリッジと申します。イギリス出身です。高知の2年目です。好きな日本語はせっかくです。なんでかというと、いいわけになります。なんか、こんなにお金使ったらいいのかなと思うときに、せっかくだから、せっかくだし、せっかくなので、すごいなんか納得力がすごく高いフレーズだと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では次、ファジャルさんお願いします。はい、高知市役所総務課国際平和担当国際交流員のファジャルです。実は名字がないですよ。3つが名前があって、ファジャル、ファチュ、ラフマンで全部名前ですよ。だから何でも好きなだけ呼んでいただけると嬉しいです。あと好きな日本語はですね、バラです。バラ、ロマンチックな言葉ですね。理由はですね、現実的ですよ。バラの花って見るだけは綺麗なんですけど、触ったらトゲがあるんじゃないですか。なんか哲学的な話を出ました。そうです。あと漢字も同じです。だからカタカナで書いて漢字の形が綺麗なんですけど、なかなか書けないですよ。それでも十分素晴らしいと思います。はい、最後にはい。你好，大家好。同じ所属の高知市役所の国際交流員の石海海と申します。今年は高知1年目です。中国から来ました。好きな日本語は優しいです。優しいです。なぜかというと、私よく日本のドラマを見ます。ドラマの中に女性はなぜ自分の彼氏のことが好きになったかと聞かれたら、いつも優しいから優しいから優しいから、それはファンの言葉だなと思っております。だから優しいが好きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。土佐弁教えてくれる先生を紹介します。今井妙子先生です。皆さんこんにちは。高知県の日本語学習教材アドバイザーをしている今井妙子です。今回も皆さんと一緒に高知の言葉、土佐弁を一緒に勉強しましょう。よろしくお願いします。さあ、それでは土佐弁クイズに答えてみましょう。動画視聴者の皆さんも一緒に考えてみてくださいね。今から今井先生が土佐弁で話します。どんな意味か考えて答えてください。では第1問です。はい、今井先生お願いします。あの人はずっとどくれて困る。はい、どくれるの意味は何でしょうか。答えてください。はい、分かった人押してください。はい、石さん。涼しい。涼しい。動詞ですよ。動詞。はい、ジェームスさんお願いします。遅れる。遅れる。動詞だけど残念。
はいはいお願いします。どうぞ。はい。くれるは遅い。残念です。やっぱり難しいですよ。難しいです。じゃあ先生もうちょっとヒント。はいお願いします。うちの娘は高校生になったきどくれ出した。はいバジャルさんどうぞ。はしゃいでる。ちょっと違いますね。ポイントは高校生ですよ。高校生。はい。高校生。皆さん高校生の時に何がよくありますか？人生の成長の段階において。はいはいはいどうぞ。恋愛恋愛あ恋愛。動詞が必要です。恋愛に落ちたら気持ちは？はいどうぞ。どうぞ。失望質問違います。気持じゃあちがあれば。私たちやりましょうか。今はラブラブですね。でも突然。はい。じゃあはいどうぞ。もっとする。先生は微妙な顔してます。残念です。近い。じゃあ先生。じゃあ先生はいはいお願いします。お願いしますやはり難しいですね。かなり難しかったようですね。ドクレルはですね、すねる、いじけるなんです。はい、動詞です。すねるは自分の思う通りにならないため、ぐずぐずと逆らう態度を取るということです。だからいじけるは性格が素直でない、ひねくれるという意味です。では第2問お願いします。はい今井先生お願いします。ゆうべはうんと冷えたき、下げた。はい下げた。ここの下げるの意味を答えてください。皆さんこれは普通の下げるではありませんよ。みんなまだ。はい。ジェームズお願いします。風邪をひきました。もうちょっと。もうちょっと。はい。ちょっと他の人のチャンスです。最近寒いですね。はいどうぞ、はいシさん。寒がりでもこれも動詞が必要ですよ。寒くなったらどうなるんですか？はいどうぞ。はい。シさんどうぞ。はいどうぞ。なんか暖かく思います。動詞が必要です。この問題も難しいです。そしたら今井先生にちょっとヒントお願いしていいんですか？ゆうべから腹を下げて下げてこと中。はいお腹ですよ。お腹に関係する。こと中って何やろ？お腹が壊れてる。それでおーそれで壊れた。それで壊れたら何なの経過。下痢をしました。おめでとう。さすがシさん。じゃあやった。おめでとうございます。す。そうしたら今井先生に解説をお願いします。下げるは下痢する、下痢をするです。動詞です。素晴らしい。おめでとうございます。さすが毎年は新人が一番強いですね。本当です。信じてください。つまりファジャルさんもチャンスもいっぱいあるということです。頑張ってください。頑張ります。はい。それでは第3問に行きましょはい。今井先生お願いします。朝から上げて上げてこと中。またこと中ですよ。う。そうですよ。はい。今回は上げるの意味を答えてください。はい早っ。頭が痛い。動詞が必要です。動詞が必要ですよ。動詞？はいはい。シさん。はい。起きられない。起きられない。違いますよね。先は下げるでしょ。今は反対語上げる。すごいヒント。すごい。あはい。ジェームズさん。ー、お腹すいた。あ、違う？下痢の反対語はお腹すいたですか？便秘。違う？下痢の反対は何？じゃあ次のヒントあげましょうか。今井先生お願いします。ゆうべは一升瓶開けてあげた。これすごいヒントですよ。お酒いっぱい飲むと。はい。おはい。シさんシさん。温かめる。今日は寒いですか？なんで温かめるは何回も出たんですか？はい。はい、バジャルさん。酔ってる？よ。二日酔い。近い。
酔ったらどうなるんですか？酔ったらどうなるんですか？頭が痛い。頭痛？あとは最後のヒントですよね。みんなよく聞いてください。口です。口。あ、はい。吐き出す。お当てる？おめでとうございます。あ、当てる。やったー。やったー。解説お願いします。はい、上げるは吐くです。下げると反対ですね。今度は下痢をしてこちらは上げるんです。だから下げる、上げる。はい。それでは C さんとジェームスさんは一人ずつ正解しました。パジャルさん頑張ってください。もうちょい。最後第4問、今井先生お願いします。朝からたごってたごってたごり通した具合が悪いんですね。たごる、どういう意味なのか答えてください。はい、どうぞ。さん。頭がズキズキ痛む。これも動詞ですよ。ヒントは動詞です。先生、もう一つの例文お願いしていいんですか？今日はたごってたごって脳が悪そうやね。ちなみにここの脳が悪そうやねっていうのが土佐弁講座レッスン1と2で勉強しました。これハードルが高いですね。じゃあ、はいめまいする。めまいする。ヒントはですね、風です。あ、はい、C さん。鼻水が出る。はい、次はどうしたんですか？鼻水以外は何が出ますか？おはい、パジャル咳さん。ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。解説お願いします。たごるは咳込むです。動詞です。風邪をひいた時に1回だけじゃなくて何度も何度も咳をすることをたごると言います。勉強になりました。勉強になりました。勉強になりました。お三人一人ずつ正解しました。本当に素晴らしいと思います。改めておめでとうございます。それぞれにちょっと土佐弁のクイズの感想をぜひ聞かせてください。今回も難しかったです。勝ちたかったんですけど、やっぱりこれからもっと土佐弁を勉強しないといけないんですね。楽しいです。これからの高知で生活で役に立つと思います。特に年寄りとか高知県民に土佐弁どんどん言いたいと思います。はい、ぜひぜひ。今日、今まで勉強してきた土佐弁をきっかけにして高知県民と仲良くになれると思います。自信があります。はい、では最後は今井先生の感想をぜひ聞かせてください。お願いします。今回は体の具合が悪い時とか病気の時に使う表現を取り上げました。一言でもこういう言葉を話すと、特にお年寄りとか外国の人が土佐弁が分かるっていうか話してくれるって、とても嬉しくなります。これからも皆さんの土佐弁力に期待しています。今日はありがとうございました。ございました。はい、今井先生ありがとうございました。はい、では今日の土佐弁クイズは以上です。最後皆さん今日の勉強した土佐弁クイズでもこれまで動画で勉強した土佐弁もぜひ活用して高知県民と仲良くしてください。みんなも土佐弁を使って話してみや。ドクレルはすねる、いじけるです。動詞です。すねるは自分の思う通りにならないためぐずぐずと逆らう態度をとることです。いじけるは性格が素直でない、ひねくれるという意味です。あの人はすっとどくれて困る。あの人はすぐにすねて困ります。うちの娘は高校生になったき、どくれ出した。うちの娘は高校生になったからいじけ出したのように使います。また、よくすねる人のことをどくれ、どくれもんと言ったりします。
あの人はどくれやき言うことを聞かん。あの人はすぐにすねる人ですから、人の言うことは聞きません。下げるは下痢する、下痢をするです。動詞です。ゆうべはうんと冷えたき、下げた。ゆうべはとても冷えたので下痢をしました。ゆうべから腹を下げて下げて高騰中。ゆうべから下痢が続いていて弱っています。あげるは吐くです。動詞です。朝からあげてあげて高騰中。朝から吐いて吐いて弱っています。ゆうべは一升瓶開けてあげた。ゆうべは一升瓶を全部飲んで空にしてしまったので吐きました。朝からゲーゲーあげてたまらざった。朝からゲーゲー吐いてたまりませんでしたのように使います。辞書にはあげるを吐くという意味として書かれていることもあります。たごるは咳き込むです。動詞です。風邪をひいたときに咳が出て止まらなくなるときに使います。朝からたごってたごってたごり通した。朝から咳がずっと出て一日中咳をし続けました。今日はたごってたごって脳が悪そうやね。今日は咳がずっと出て具合が悪そうですね。脳が悪いは土佐弁講座レッスン1と2で勉強しました。体に使うときは具合が悪いという意味になります。上げる、下げる、たごるなどは体の具合が悪い時の表現になります。皆さんが土佐弁を使うてくれたら高知の人はうんと嬉しゅうなるき。頑張って使うてや。お願いします。土佐弁勉強になりましたね。はい、勉強になりましたね。この動画で土佐弁勉強できますね。でも高知に住んでいて土佐弁以外困った時があればどうしたらいいですか？そんな時はここフォーレにいたらいいですよ。ここフォーレって何ですか？ここフォーレを知らない人はここフォーレの動画もチェック。チャンネル登録はこちら。よろしくお願い